この油のコクを大切に作るのがイタリアのアマトリチャーナです。あとはこの茹で上がった太麺で最後こう混ぜ合わせるとこの辛みです。はい、こんにちは、シェフのハベです。今日はアマトリチャーナを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。ブカティーニ、グアンチャーレ、トマトピューレ、ペコリーノロマーノです。はい、それでは今日は基本のイタリア料理シリーズということで久しぶりにアマトリチャーナを作っていきます。でこの料理はですね、イタリア中部のラツィオ州の、ローマ郊外のアマトリーチェ村というところで生まれた料理です。でそのアマトリーチェ村で生まれたパスタなのでアマトリチャーナと呼ばれています。で今日はですね、現地の考え方にのっとって、分かりやすく解説しながらこれから作っていきます。でまずはですね、ローマのアマトリチャーナとか、イタリアで作るアマトリチャーナって言われるものは必ずこの右側のグアンチャーレを使っていきます。でグアンチャーレっていうのは豚のほほ肉です。で豚のほほ肉に塩と胡椒でマリネして熟成させたものがこのグアンチャーレです。で真ん中にあるものがパンチェッタで、パンチェッタは豚バラ肉です。で豚バラ肉をグアンチャーレと同じで塩胡椒でマリネして熟成させたものをパンチェッタと言います。でこの右側のものが日本でおなじみのベーコンです。ベーコンはですね、大きく分けると2種類の作り方があって、でこういう、日本のスーパーに売られているものはソミュール液っていって、砂糖とか塩とかですね、ハーブの液に漬け込んでから燻製にかけてやるタイプなので、とてもうまみと甘みがバランスが取れているのが日本のベーコンです。で本格的なアマトリチャーナが作りたいって場合は、グアンチャーレがいいんですが、グアンチャーレはですね、なかなか手に入らないので、僕もこれ自家製をしているものなんですが、パンチェッタだと、日本でも売ってる場合があるので、パンチェッタでやると、ほぼグアンチャーレと同じような味わいを作ることができます。でもパンチェッタも手に入らない場合はベーコンでやっていただいても大丈夫です。でこのグアンチャーレですね、1人前でやる場合は2スライスぐらい使っていきます。だいたいイタリアのそのグアンチャーレのカットっていうのはバストンチーニって言って、こんな感じで、こんな感じに棒状にカットしておきます。で次はトマトです。で動画の中で僕がおすすめしているのはトマトピューレを使うことです。でトマトピューレというのはイタリア語でパッサータ・ディ・ポモドーロといって、簡単に言うとこのホールトマトを裏ごししたものがパッサータ・ディ・ポモドーロというんですが、日本のスーパーとかで瓶状で売られているパッサータっていうのはその裏ごしたものを少し煮詰めてあるので、ホールトマトのような酸味が飛んだ状態になるので、今日のようなすぐ作るようなパスタ料理には一番適しているので、パッサータ使うのがおすすめです。で次はチーズです。でアマトリチャーナの中には必ずですね、この右側のペコリーノロマーノチーズを使います。でペコリーノロマーノチーズは羊のチーズなので塩味とコクがあります。でこの左側のものがパルミジャーノレッジャーノチーズです。でこっちは牛から作られているものです。で次はパスタです。でローマのアマトリチャーナっていうのはこのショートパスタ、リガトーニで食べるのが大体そのローマ現地の食べ方なんですが、それプラスですね、この今日この後茹でていくブカティーニです。でブカティーニっていうのは太麺ではあるんですけど、通常のスパゲッティと違うところはですね、太麺だけど、中が空洞になっているのがブカティーニと言います。なので、日本のこのスーパーに売られている、普通のテフロン加工のパスタと比べるとだいぶ違いますよね。でブカティーニとリガトーニがいいんですが、それ手に入らないって場合は太めのパスタが今日はおすすめです。はい、それではパスタ茹でていきます。お湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入ってます。はい、それではグアンチャーレ加熱していきます。で基本的にこういうグアンチャーレとかパンチェッタって油がすごく多いので、オリーブオイルは入れなくて大丈夫です。でここでですね、じっくりと温度を上げていって、このグアンチャーレから油を出していきます。はい、それで今ちょっとフライパンの温度が上がってきて、グアンチャーレから音が出てきました。でここからですね、もう大げさに言うともう5分以上じっくりともう弱火でですね、このグアンチャーレから油を出してあげるイメージで、
でこのグアンチャーレ今柔らかい状態ですけど、これをカリカリにする作業をしていきます。で今まだ加熱したてです。でちょっと脂が出てきた状態なんですが、ローマの、イタリアのアマトリチャーナはですね、ここで加熱が甘いとですね、この豚の臭みとかも出てしまうので、もうとにかく本格的なものはこのグアンチャーレでやってもパンチェッタでやっても同じ話なんですが、とにかく焼き切ることが大事です。で焼き切った時に出るこの油のコクを大切に作るのがイタリアのアマトリチャーナです。で今6分ほど加熱していったんですけど、だいぶこの香ばしくて美味しそうな焼き色がついてきました。でここからもうちょっとです。この白い部分がなくなるまでもう完全にカリカリにしていくのがローマスタイルです。で日本の場合ですね、このグアンチャーレとかパンチェッタに玉ねぎを入れるシェフが結構いらっしゃいます。でもこれはこれでですね、料理としては大正解で、要はこのグアンチャーレとかパンチェッタってさっきの話にもありましたが、塩と胡椒で作られているので、要は味わいがシャープなんですね。だからこそ玉ねぎとか新玉ねぎとか素材の自然な甘みを入れるっていうので、玉ねぎを主役にしたりっていうような作り方もあります。なんですがイタリアのローマのアマトリチャーナはですね、玉ねぎを入れるともう別の料理っていう認識なので、基本的にアマトリチャーナには玉ねぎは入れません。はい、それでは8分今加熱して見てください。このカリカリなグアンチャーレです。でこれをですね、最後にトッピングとして盛り付けしていきたいので、半分ほどちょっとバットに上げておきます。でここまで来たらこの油絶対に捨てないでください。ちょっと豚の個体によっては油が多すぎるっていう場合は、少しだけ取る必要があるんですけど、これぐらいいつもパスタ料理作る、30から40ぐらいの油だったらこのままで。でここにパスタタイポモドロが入ります。でトマトが入ったら、このグアンチャーレの油をこのパッサータの中に入れていきます。で今一回沸きました。そしたら弱火に落とします。で今このあっさりとしたトマトがですね、この豚の脂と合わさるだけでコクうまのトマトソースがこれでできました。でパッサータのいいところは、もうホールトマトと違ってですね、もうソースが水っぽくない煮詰まったいい状態になっているので、もう一回沸かせばですね十分です。でここに塩入れて、で一旦これで味見をします。これだけでもすごく美味しいソースができてます。でイタリアの場合はですね、基本的に砂糖を使いません。なんですがこのパンチェッタとかグアンチャーレで、やる場合は特にですけど、砂糖甘みの成分が一切入ってないので、トマトのものによってはものすごいキレのあるソースになるので、ちょっとその味慣れてないよっていう方はちょっとだけ砂糖を入れるとですね、味のバランスが整ってもう誰もが美味しいっていうソースになります。なのでベーコンで作る場合はもうその甘みと旨みがたくさん入っているので砂糖を入れる必要はないんですが、本格的な材料でやればやるほどですね、キレがソースに出てくるので、そこをちょっと砂糖を入れたりとか調整程度でやるっていうのがいいと思います。それでは麺が茹で上がったので合わせていきます。でもうパスタータトマトピューレなのでもうソースが出来上がってるので、あとはこの茹で上がった太麺ブカティーニを合わせて、もうこれでほぼ完成なんですが、でイタリアだと最後にここにペコリーノチーズですを、加えながらチーズを溶かしながら最終的に塩味とコクを入れる。で最後混ぜ合わせるとこの辛みです。でいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。
はい、これでブガティーニアラマトリチャーナの完成です。はい、いただきます。うん、皆さんこれはもうローマの味です。トマトソースの中にこの豚の脂がしっかり入ってて、もう現地で食べるアマトリチャーナそのものですね。とっても美味しいです。でこのアマトリチャーナはですね、僕が16歳の頃に初めてイタリアに行った時に一番最初に食べたパスタがこのアマトリチャーナっていうパスタで、イタリアの食堂のようなトラットリアとかオステリアとかレストランに行ってずっと食べてきたパスタでもあり、僕はローマで働いていたので、ローマで働いていた時もそのシェフだったりとか料理人のローマ人の方から実際にやっぱりこの料理の考え方だったりとか味わいっていうのはずっと教えてもらってきましたし、作り続けてきた料理の一つです。で今日僕が動画の中でお伝えしたかったことが、最初に冒頭でいろんな比較を出していったと思うんですけど、もちろんどの食材でやっても美味しく作ることはできます。なんですが、やっぱりこの料理を作る上で大切なことは、ベースオリジナルが何なのかっていうことを理解してないと、それを知らないで他のものを作ってしまうと、やっぱそれは別物になってしまうんですね。なので僕は今この配信でそういうベースの現地のイタリアではどういう作り方をして、でも日本で作るんだからこれ使ってもいいしあれ使ってもいいよっていうような配信をしています。で今日はこの基本的な、ブカティーニのアマトリチャーナやっていったんですけど、さらにこのもう少しディープなブカティーニのレシピ知りたいという方はですね、ファビオ飯公式アプリをチェックしてみてください。はい、ごちそうさまです。で今日のこのアマトリチャーナなんですが、イタリア料理の一番の基本のキーになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。